今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり味わっていきます。もしね、少し疲れているよっていう方がいたら、このまま静かに聞いて、もし寝てしまったらまた、もう一回ね、聞き直していただいたらいいかなって思います。多分寝ている間の皆さんも頭の中でね、多分潜在意識がこの話を覚えているかもしれないので、ちょっとね、寝ちゃったよって方は復習がてらもう一回聞いてもらえればいいなって思います。さて、今日はこんなテーマです。日本人は愛していると言わないのか。日本にはこんな有名な話があります。幕末から明治大正っていう、時代にかけて日本はね、たくさんの、西洋からの文化を、取り入れていったんですけど、その中で英語の I love you をどう日本語に訳すかが問題になりました。その時ね、作家の夏目漱石が月が綺麗ですねと訳したエピソードです。本当に言ったかどうかは別として、とても日本らしい感性だなと思います。愛しているとは言わない。でも、ちゃんとね、何かを伝えようとしているような気がします。このエピソードは日本語の特徴をよく表していると思います。I love you。愛しているよ。特にね、最近、私の付き合っている、彼氏がお母さんとね、連絡のやり取りをしているときに、よくね、ラブっていう単語を使うのを見て、最初ちょっとびっくりしました。日本では本当にね、ラブというか、愛してるっていう言葉を使うことがほとんどないので、すごい頻繁に使うなと思って結構びっくりしましたね。やっぱり日本人にとってこの言葉はあまり口にしないかもしれませんね。恋人同士でも夫婦でもそして家族でもですね。ドラマの中では時々聞くことがありますが、日常生活の中では少し特別な言葉です。ではなぜ日本人は愛を言葉にしないでしょうか。その理由の一つは、日本がハイコンテクスト文化だからかもしれません。というのは、具体的には言葉そのものよりも空気や表情や声のトーン、そして行動の中で気持ちを伝える文化だからかもしれません。つまり、愛していると言わないのではなく、愛していると言わない別の形で伝えているとも言えます。例えば、こんな言葉。大丈夫？寒くない？気をつけてね。ご飯できたよ。お疲れ様。無理しないでね。どれも特別な言葉ではありません。でも、その奥には、あなたのことを大切に思っているよ、という気持ちがそっと込められているように思います。日本語はね、やっぱり感情をストレートに伝えるのが少し苦手な言語とも言われていますね。でもその分、行動や気遣いの中にたくさんの愛が詰まっているように思います。確かに海外と比べて日本の例えばちょっとしたお店とかね、ホテルのね、店員さんっていうのはすごく気遣いができているなーって思います。海外のそういうお店の人に比べて、もしかしたら会話がね、少ないかもしれない。How's going? とか、
なんでこの旅行に来たのとか、そういうね、プライベートの会話がないかもしれない。だからあなたに対して興味がないように見えても、でもその裏で、なんて言うんだろう、すごくね、気遣いのある対応をしてくれたりとか、多分そういうことって皆さんの中に日本に来たことがある方がいたら、多分ね、感じるんじゃないかなって思います。なので、日本では、自分の感情とかっていうのを言葉で伝えるのが苦手な代わりに、行動とか気遣いの中でそれを表していくっていうことが、多いんじゃないかなって思ったりしますね。ちょっとここで少し視点を変えてみたいんですけど、特になんで日本人男性は好きや愛してるを言えないのか、それにはいくつか理由があります。ちょっと面白い理由かもしれませんが、まず一つ目は、言葉にすると軽くなると感じるからだそうです。日本では強い言葉ほど使うタイミングが重要なんですね。簡単に言ってしまうと、その重みが失われるように感じる。だから、あえて言わない。そう、言葉っていうのは言霊というふうに言われていて、言葉には魂が宿るとね、日本人はね、昔から考えてきました。なので、自分が言う言葉に対してすごく責任を感じているし、多分ね、そう、I love you, I love you っていう風に言うのは、やっぱりちょっとね、軽い印象がありますね。そう、愛してるって本当に死ぬまでに何回言うかなっていうぐらい、本当にすごく、なんていうのかな、重たい、多分意味合いを持っていると思うので、日本人にとっては。そう、だからその言葉を軽々しく口にできるのかなっていうのはあるかもしれませんね。もう、なんだろう。やっぱりイメージ的には、もう、なんていうのかな。戦争に行く人が、自分が死ぬ前に、思っている相手のために、手紙を書くときの、そういう時に使えるぐらいの重さ。簡単にね、I love you って言える感じでは多分ないと思うんだよね。そう。だからあえて言わないっていう、理由があります。はい。そして二つ目は、察してほしいという文化ですね。日本では言わなくてもわかるよねっていう前提でコミュニケーションがあることがあります。特に男性は言葉で説明するよりも行動で示すことを選びがちです。確かにそもそも日本語という言語自体が、例えば主語を省略したりとか、単語だけをね、言ったりして、もう通じるような言語になっているのは、言わなくてもわかるよねっていう、そういうやっぱり、お互いに共通の認識があって、言葉にせずとも理解し合えるっていう、そういう、すごい不思議ですよね。多分やっぱそれは島国だからっていうのがあると思うんだけど、そういうところがあるのかなって思います。そして三つ目、すごくシンプルなんですけど、恥ずかしい。これはとても大きいかもしれませんね。日本人は自分の感情をストレートに出すことに慣れていないんですね。それは多分いい意味でも悪い意味でもかもしれないんですね。意味で知れないんですねとか言って。例えば怒りっていう感情があった時に、多分多くの日本人はそれを表現するべきかどうかすごくね、悩む人が多いと思うんですね。そして結局、怒りっていうのは自分の中にぐっと殺して、言わないっていう人とかもすごく多いと思うんですね。それがいいか悪いかっていうと、ちょっとね、不健康だなって思う時も、やっぱ自分自身もちょっと我慢しちゃうところがあるので、そう、あるなって思うんだけど、そういう意味では私は結構海外の人はそういうふうに自分の感情を外に出せるところが羨ましいなと思うこともあるけど、それでもやっぱり調和をね、大切にする日本っていう国の中では、やっぱり自分の感情を少しね、抑えるっていうことが、必要になってくるかもしれませんね。
だからこそ自分のいろいろな感情に対しておそらくその言語化する能力っていうのが海外と比べて少し低いのかもしれませんね。この自分の感情が何なのかっていうことを普段から表現し慣れていないので、たとえそれがポジティブな感情であったとしてもちょっと表現するのが難しいかもしれませんね。なので言葉にする代わりに、例えば時間を作るとか、そばにいるとか、何も言わずに支えるとか、そういう形で愛を表現するような気がします。ここで大切なのは、言ってないイコール愛がないではないということですね。むしろ言葉にしないからこそ見えてくる愛もあるかもしれません。例えば寒い日に上着持って行った方がいいよとか、その一言の奥にはあなたが風邪をひかないようにというね、気持ちがありますね。それはもしかすると愛してると言っているのと同じかもしれません。また何も言わずに作られたお弁当、これ好きそうと選ばれたプレゼント、無理しないでねと言ってね、支えてくれる手とか、どれも静かな I love you かもしれませんね。そして面白いことに第二言語の方が言いやすい言葉ってありますよね。私はやっぱ日本語で愛してるっていうより、I love you の方が言いやすいなっていうふうに感じます。同じ意味のはずなのに、やっぱ自分自身の心の反応が全く違う気がします。それもまたね、言葉と文化の違いかもしれません。もしあなたが愛されてないかもと感じていたら、少しだけこんな風に考えてみてください。愛はいつもわかりやすい形で届くとは限らないということ。例えば、あなたが期待していた言葉がもらえなかったとき、どうして言ってくれないんだろう。本当に大切に思っているのかな。そう感じてしまうことあるかもしれません。でも、その人はもしかすると、言葉ではなく別の形であなたに気持ちを渡しているのかもしれません。気づかないうちにあなたの好きなものを覚えていたり、忙しい中でも時間を作ってくれたり、何も言わずにそばにいてくれたり、それはとても静かで少しわかりにくいかもしれませんが、確かにそこにある愛です。日本のコミュニケーションは伝えることと同じくらい受け取ることにも力が必要です。つまりね、愛されるためには、愛に気づく力も大切なんです。少し難しいですよね。でもこれは日本語を学ぶことにも似ているかもしれません。単語だけではわからない。文法だけでも足りない。空気やニュアンスを感じて、やっと意味が見えてくる。愛もね、少し似ているかもしれません。言葉だけでは足りなくて、行動だけでも足りなくて、その間にあるものを感じ取っていく。だからこそ言葉と行動、どちらもあったら一番いいのかもしれません。もしあなたがもっとちゃんと伝えてほしいと思うなら、その気持ちを少しだけ言葉にしてみるのもいいと思います。そして同時に相手がすでに渡してくれているものにも少しだけ目を向けるといいかもしれません。その両方があるとき、関係は少しずつ柔らかく深くなっていきます。そしてもう一つ、私たちはよく愛していると言われたいと思いますが、同じくらい愛しているを伝えたい存在がいることもとても大切なことです。
誰かのことを思って寒くないかなと考えたり、無理してないかなと気にしたり、そういう瞬間こそがあなたの中にちゃんと愛がある証拠です。それはとても静かで、でもとても強いものだと私は思っています。今日も一日お疲れ様でした。皆さんの中にはね、すごく仕事を頑張って、もうね、すごいもう目が半分ぐらいになってうとうとしているという人もいるかもしれませんが、今週もね、お疲れ様でした。私はね、前々回すごい大きいあくびをねしてしまったんですけど、今日はなんとか、木曜日の11時14分にちょうど収録を終えて、これからね、編集をして明日の朝までにアップロードする予定です。今日もね、動画を最後まで見てくれて本当にありがとうございました。またね、次の動画でお会いできたら嬉しいです。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさーい。